通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界一時ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカの女子プロバスケットボールリーグ WNBA からの話題になります。今回ここにとある選手を応援に行きました。2人の少女がこの日の敵チームの共同オーナーからとんでもない暴言を浴びてしまいました。これによりこのチームが謝罪に追い込まれるという事態に発展いたしまして、JK ローリングもこれに対し苦言を呈しています。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、何かが見えておりますが、ご存知の方もね、多いかもしれません。今回ですね、アメリカの女子プロバスケットボールリーグですね、WNBA。ここで応援をしておりました、フィーバー、そしてそこに所属するとある選手のファンの少女が、相手チームの共同オーナーにとんでもない暴言を浴びるという事態が発生いたしました。で、これにつきましてはですね、もう本当に根の深い問題で、今に始まったことではありませんので、今日ね、その起源となっている出来事から、この流れをね、見ていきたいと思います。まずね、こちらアウトキック、保守系のメディアになりますので、おおよそね、どういった騒動なのかお分かりになるんじゃないかなと思います。ソフィー・カニンガムのファンは、女子スポーツを支持したことを理由に、フィーバー戦でストームの選手や幹部からヘッコールされたと主張している。ということで早速ですが、こちらですね、ヘッコールあります。こちらが本日のキーワードになります。Heckle。演説や講演などの最中に大声で敵意のある発言や質問を浴びせ妨害すること。ということでね、こちらのヘコというのはヤジを飛ばすという意味になります。なので単純にね、相手の悪口を言うとは違って相手のパフォーマンスを妨害する、こういったニュアンスがあります。でね、このヘコっていうのは植物のアマってあるでしょ。ドビュッシーの甘色の髪の乙女という曲ね、有名なんじゃないかなと思いますが、日本の方だとこれ歌の方が馴染みがあるんですかね。で、アマの繊維を取っていく、溶かす作業のことをヘッコって言うんですよ。この時に使う道具のことも同じくね、ヘッコと呼んでいるそうですが、このようにしてこのアマはリネンという布になっていきます。もともとはここから来ているんですね。つまりこのアマをリネンにしていく工程で繊維をね、ゴシゴシ溶かしていく。これがね、相手を必要に攻め立てるみたいな、このようなニュアンスとして使われるようになっていたわけですね。アマがリネンになるまでの工程、ここが英語ではヤジを飛ばすという言葉として使われているというわけです。ちなみによくホテルなんかでね、リネンって聞くでしょ。リネン室とか言うじゃないですか。あそこで言ってるリネンというのは布全般のことを指してます。本当にアマからできた布を使っているわけではないんですね。じゃあ本物のリネンはどこで使われているのかと言いますと、ミイラをぐるぐる巻きにしてる布あるでしょ。あれです。あれが本物のリネンと言われています。ということでこちらはソフィー・カニンガムのファンは女子スポーツを支持したことを理由にフィーバー戦でストームの選手や幹部からヤジを浴びせられたと主張している。祝賀ムードに包まれるはずだった夜はシアトルで混乱の渦へと変わった。火曜日の夜にインディアナフィーバー対シアトルストーム戦が開催。ソフィー・カニンガムを応援しに来ていた少女たちに対し、ストームの選手や共同オーナーのセレステ・キートンが嘲笑するような身振りや侮辱的な言葉を浴びせたと主張している。ということでここではね、何が起きたかと言いますと、今回ね、こちらにおります2人の女性が先日行われましたインディアナフィーバー対シアトルストーム戦を観戦しに来ました。で、彼女たちはですね、インディアナフィーバーのソフィー・カニンガムという選手を応援しに行っていたんですね。そしてここで着ている T シャツ、この彼女も着ているんですが、ここに注目してください。これはね、XX、XY と書かれた、つまりは女性のスポーツは女性だけのものなんだと主張する、こういった T シャツなんですよ。そしてここでね、ソフィー、ここちょっとね、見えにくいですが、少女のために発言してくれてありがとうと、これを掲げているんですね。するとこれを目にした敵チームが彼女たちに罵声を浴びせ、その中にその相手チームのね、共同オーナーまで含まれていた、こういった話なんです。で、なんでこんなことになるのということに関してちょっとね、紐解いていかないといけませんね。じゃあここでね、一旦2年前に飛びましょう。それがこちらになります。はい。通勤通学中の皆様、おはようございますって言ってます。このお魚さんが、なんとここに繋がる話というのをですね、このプクタの世界一時ニュース、これね、見てください。2年前にしてるんですね。すごいでしょ。本日はこの2年前の話題の伏線回収になりますね。皆さんこうやって全部繋がっていくんですよ、このチャンネルね。で、ここではね、どういう話をしてるかと言いますと、ここに見えております、同じくね、ここ見えてますフィーバーのケイトリン・クラークという選手がいるんですね。で、この選手ですね、いわゆるスター選手として非常に人気があるんですが、もうとにかくですね、他のチームの選手からいじめられていると言われているんですよ。もうそのファールがえげつなくって、とことんまで潰されてしまうんですね。もう本当にね、その反則ひどいものでした。にもかかわらず、この WNBA 側は相手選手に対してかなり甘いんですね。つまりリーグ、そして周りのチーム、一丸となってこのね、ケイトリン・クラークをいじめてるんじゃないか。
そんな話まで出ていました。で、この時もね、まさにここでね、タイトルにもなっているんですが、白人で美人で高身長は特権だと、これを発言したね、こちら、ザ・ビューのね、この人物なんですが、これもね、ほんとタイムリーですね。つい先日ですよ。この彼女の息子がね、不法侵入で現行犯逮捕されたんですね。で、この息子、まあいい大人なんですけどね、やっぱり相当甘やかされて育ったんでしょうね。セレブの家庭で。もうね、ママママって泣きつくわけですよ。お母さんに。で、この人ですね、サニー・ホスティンという元連邦検察官で、弁護士なんですね。それでこのね、ウーピー・ゴールドバーグの非常にお目覚めになっていると言われているザ・ビューの共同司会者を務めているんですが、まずね、その逮捕した警察に対し、私は元連邦検察官よと、このように言いまして、どうにかね、その息子、釈放させようとするんですよ。なんですが、この人ですね、当然ね、こういった人ですから、反トランプなんですね。で、日頃から、何人たりともね、法の上に立つことはできない。これを言ってるんですね。トランプいろいろあったでしょ。そのことを言ってるんですね。で、今回の件を受けてね、お前口だけだったのかということで、めちゃくちゃ炎上してました。これね、2年前からの一つの伏線回収ですね。つまりこの時は、このケイトリン・クラーク、白人でね、美人で高身長なんだし、これは特権なんだと、ファウルをする側を擁護していたと。じゃあその後どうなったのか、こちらね、あやこニュースサマリーさん、今回の騒動を受けまして、この2年間の流れというのをここにね、まとめてくれてます。ちょっとざっくりご紹介しますね。皆さんは、ケイトリン・クラークという選手をご存知でしょうか。現在24歳の彼女は、瞬く間にその頭角を現し、大手スポンサーもつきました。ところが、チームだけではなく、リーグ全体にも貢献しているクラークに対し、他チームの選手が、妬みからか、プレー中にクラークを狙った暴力的な行為が目立つようになりました。このような行為は2年間必要に続いていました。これに対し WNBA の審判はほとんど何もせず、クラークに暴力を働いた選手にごくごく軽いペナルティという状態が続いていました。そして最近、同様のことが起きた際、大きな行動に出たのがチームメイトのソフィー・カニンガム。クラークを狙った相手チームの選手を指さしました。ということで、ここで出てくるのがこれなんですね。特にね、アメリカのニュースを追ってる方だったら、もうご存知なんじゃないかなと思います。これね、ミームとして大人気となりました。このソフィー・カニンガムの指差しですね。これね、実は先月の出来事だったんですが、ちょっとね、これを取り上げる順番が回ってこなくって、そのまま流れてしまっていたんですね。取り上げてくれという声も多かったんですが、ちょっと今回見ていきましょうね。ソフィー・カニンガムが指をさす場面は22秒しか続かなかったが、そのミームは永遠に生き続けるだろう。チームメイトのケイトリン・クラークと、現在はマーキュリーに所属する元フィーバーの選手、デワナ・ボナーが言い争いになった。第4クォーターに審判が、プレーを止める笛を吹いた後、クラークとボナーは言葉を交わしながら対立。一方、この騒動の中心人物となった29歳のカニンガムは、38歳のボナーのように言葉を交わすのではなく、ただ人差し指をボナーに向け、そのまま約22秒、視線をそらさず指を指し続けた。ということでね、ここでは何が起こったかと言いますと、とある試合でね、クラークとボナーがポジション争いでもつれることになります。で、この時にやっぱりね、ファールを受けたのはクラークだけだったんですよ。そして言い争いになるんですね。で、この判定はおかしいだろうということで、このね、チームメイトのソフィー・カニンガム、相手チームの選手をですね、こちらにあります。言い争いしちゃいけないんでしょということで、何も言わず、指差し続けるんですね。この時の模様がですね、本当にすごくって、相手から目線をそらさずに、ひたすら指を差し続けるんですよ。で、この光景があまりにもすごかったため、この時ね、これがネットビームになりました。で、これどのぐらいのね、話題だったかというと、こちら見ていただくとわかりますが、これはい、ホワイトハウスですね。これ、乗ってきました。そしてこれを機にですね、このソフィー・カニンガム、大注目されていくことになります。で、こちらにもありますがね、はい、こういうミームが大量に制作されていくんですね。で、この下ね、これね、どっかで見たことありますね。これレオナルド・ディカプリオのミームですね。で、この下これね、アテナでしょうか。このような形で、この指差し行為というのがですね、もうほんとね、文字通りフィーバーに出しまして、すごい人気者になっていくんですね。その後ね、UFC のラウンドガールなんかも務めたりしてましたね。で、そんな彼女なんですが、現在ね、29歳ということで、ここにあります。カニンガムは自身の政治的立場について、中道寄りと述べている。また、トランス女性が女子スポーツに参加することには反対の立場を示し、それは常識だと語っている。彼女の TikTok での活動には、移民政策や国民としてのアイデンティティ、アスリートの政治的表現などについて、トランプ政権寄りの動画を再投稿したものが含まれている。カニンガムはキリスト教徒である。ということで、その後ですね、彼女は ESPN のインタビューを受けまして、その若い女の子がね、ロッカールームやスポーツで生物学的男性と競うべきではないと思う。このような発言をするんですね。そしたら皆さん、もうどうなるかわかるでしょう。これだけ目立っていました。
そしてこういう発言をしました。彼女はですね、左派の攻撃の的になっていくわけですね。だから、この少女2人は、ソフィーありがとうというのを伝えるために、この T シャツを着て応援しに行っていたというわけです。繋がりました。なので、この話というのは、フクタが2年前に伝えていた件から、脈々と続いていた件が改めて表面化したと、こういう話だったんですね。試合会場ではカニンガムがボールに触れるたびに会場から必要なブーイングが浴びせられたという。観客の中にはあの子たちに対してもブーイングを浴びせていたとジャーナリストのクルーズ氏は語った。さらにストームの選手が数人少女たちに向かって親指を下に向けるジェスチャーをしているのを自分の目で見たとも証言している。そしてね、ここが大問題になっていきます。少女たちはストームの関係者と思われる年配の女性に近づかれ怒鳴られた上頭がおかしい、ここね F ワードで狂ってると罵られたと話したという。その後少女たちは一人の女性を指さし警備員にその件を伝えると、その警備員はそれはチームのオーナーの一人ですと説明したという。ということでですね、この件ファン対ファンのねいざこざだったらある話かなということになるんですが、なんとここに加わっていたのがこちらになります。この相手チームのねこの共同オーナーだったんですよ。となるとちょっと話が変わってきてしまいますよね。するとこれがね大問題となりまして、その後このようになりました。ストーム共同オーナーがソフィー・カニンガムのファンに発した発言について謝罪。ストームの筆頭オーナーであるジニー・ギルダー氏は声明で次のように述べた。昨夜の試合で共同オーナーの一人が観戦に来ていた二人のファンに対し発言したことを把握しています。このようなことが起きたことをお詫びいたします。ストームの試合を観戦する全ての方が歓迎されていると感じられるべきであり、私たちは今後も全てのファンが敬意を持って扱われる包括的な環境づくりに努めてまいります。ということで、このチャンネルではね、以前からずっと言っておりますが、この DI の欺瞞ですね。多様性や包括性、これを声高に言う人ほど排他的になると。今回ね、この共同オーナーがそれを体現してしまったため、チームがね、これに代わり謝罪するということになりました。するとね、こちら、JK ローリングがね、これに対してコメントしています。この若い女性たちはヒロインだ。彼女たちは男性が女子スポーツでプレーするという甚だしく不公平な状況に対し、平和的に抗議している。ここで頭がおかしいのは、女子スポーツの公平性を踏みにじり、こうした少女たちを黙らせようと威圧している人たちの方だ。ということで、これね、もうすでに 3.7 万件いいねついておりまして、うわ、あの子たちが掲げていたのは本当に穏やかな内容の看板だった。それなのにいい大人、それもチームのオーナーが10代の少女2人を怒鳴りつけて罵声まで浴びせるなんて、あまりにも上気をしている。全くもって言語道断だ。大人が子供たちにあんな口の利き方をするなんて本当に許しがたいことだ。あの少女たちは誰かを中傷したわけではなく、ただソフィーや他の女子選手を応援していただけだった。ちなみにこの女性がセレステ・キートン。こういうことをするべきではないと十分わかる年齢のはずだ。そして先ほどの綾子さんの投稿ね、こちら続きがあります。クラークファンのみならず WNBA に批判的だった多くの視聴者から絶賛の声。カニンガムは彼女たちは間違いなくケイトリン・クラークを標的にしている。この状況はもはや看過できないレベルにあると猛批判。WNBA のコミッショナーを名指しで批判し、彼女を守ろうとしない姿勢を激しく非難しました。WNBA 設立30周年記念ポスターからクラークが排除されたのも、その嫉妬が理由かもしれないと指摘している。はい、ということで本日はですね、数年前から始まっておりますケイトリン・クラークを取り巻く状況、そして今回ソフィー・カニンガムが大注目を集め WNBA の姿勢が垣間見えているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。この問題はですね、数年前からね、脈々と続くこの WNBA が抱える大きな問題の最新版なんですね。今回始まったわけではないということです。で、現在はですね、これがトランスをめぐる論争へと発展しておりまして、このバスケットのね、スタジアムの外でもファン同士がバチバチやり合うと、こういった状態になっているようですね。で、現在もですね、これに関連して、ソフィー・カニンガムのね、話題というのはつきませんので、今回ね、ぜひ、この人の名前、覚えておくといいかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。